こんにちは、よしかです。今回はシミーについて、次の4つのテーマに沿って解説していきます。シミーとは、じゃんけんとシミー、強いシミーと弱いシミー、シミーの練習方法。それでは見ていきましょう。まず、シミーとは何でしょう？シミーとは、投げ前にいる状態から、後ろ下がりで投げ前を外れ、相手の投げ抜けを誘う攻め方のことです。もし相手が投げ抜けをしていた場合、打撃から特大リターンを得ることができます。そして後ろ下がりをする関係上、常にガードが入っているので、シミーは無敵技に対しても強い攻め方です。シミーが投げ抜けと無敵技に勝てる選択肢というのは分かりましたが、その他にはどうでしょうか？ストロークの基本的な選択肢である打撃、投げと一緒に、両を使ってみていきましょう。まず打撃は暴れとバクステに勝ち、無敵技に負け、他にはアイコになります。投げはガードと暴れに勝ち、バクステと無敵技に負けます。最後にシミーは遅らせグラップと無敵技に勝ち、他の選択肢にアイコとなります。この表を見て気づくと思いますが、シミーだけ負ける選択肢がありません。どの選択肢にも負けないならシミー一択じゃんと思うかもしれませんが、次は勝てる選択肢の数も見てみましょう。すると面白いことがわかります。打撃も投げもシミーも、勝てる選択肢の数は同じなのです。しかしそれぞれ勝てる選択肢は異なります。シミーを生かすには、遅らせグラップや無敵技を相手にしてもらわないといけません。強力な攻めであるシミーもそれらをされなかった場合、ただ攻めのターンを様子見で放棄することになってしまいます。つまり遅らせグラップや無敵技をしたくなる選択肢である、打撃や投げを先に相手に見せて、相手にそれらへの対応を強制しないといけません。これが格ゲーでよく聞く、じゃんけん、です。シミーや置き攻めのじゃんけんはどういうメカニズムになっているのかが、ここまでで分かったと思います。ここでまたシミーの話に戻りますが、シミーには強いシミーと弱いシミーがあります。弱いシミーとは、相手のリバサ投げをすかせない、もしくは長く後ろ歩きをしなければいけないシミーのことです。そして強いシミーとは、自分は投げができるのに、相手のリバサ投げは少しの後ろ歩きですかせるシミーのことです。簡単な例をラシードで実践します。まずは弱いシミーから。画面端の中スパイクしゃがみ弱形フリップは、密着プラス5フレームの連携です。そしてここからシミーをやってみますが、ご覧の通り投げられてしまいます。なぜ投げられてしまうかというと、ラシードが密着から投げ前の外に出る前に、相手の投げが発生してしまっているためです。このように投げ前から出られない時に投げ抜け狩りをしたい場合どうすればいいかというと、バクステ、垂直ジャンプ、遅らせ打撃などになります。詳しくはこの動画では解説しませんが、覚えておくと役に立つかもしれません。次は強いシミーについてです。画面端の中スパイクしゃがみ弱形大パンチは、密着ではないプラス5フレームの連携です。この連携はその場では投げ前ですが、少し下がるだけで投げ前から外れられます。相手は投げとシミーを見分けることができないため、完全な二択となります。このようにギリギリ投げ前で有利フレームの状況では、かなり強力なシミー択ができます。相手のパリーを見てから投げたりもできるので、どこからこの攻めができるかを知っておくと、攻めのレベルが間違いなく上がります。最後にシミーの練習方法を紹介します。ラシードで練習する場合は、次のいずれかの連携を使うのがおすすめです。まずダミーの状態を立ちにします。これはしゃがみ状態からの姿勢の変化で、投げだと判断してしまうことを防ぐためです。次にガードを2段目以降ガードに設定します。最後にガードもしくはダウンリバーサルに、通常投げと何もしないをセットします。遅らせグラップを想定して、通常投げには4フレームほどディレイを設定します。準備ができたら連携の後に投げ前をギリギリ出るくらい後ろ下がりして、少し遅らせて攻撃ボタンを押し、投げだったら判断してコンボをします。
この練習がほぼ成功するようになってきたら、次は後ろ下がりしてしゃがみガードをし、投げの時にだけ攻撃ボタンを押すようにします。これができるようになればシミーは完全にマスターです。かなり難しいですが、練習すれば少しずつできるようになってきます。毎日ランクマの前に5分だけやるなど、継続して練習することが大切です。リバーサル設定を追加すれば、さらに難易度と対応力を上げられます。おすすめは、しゃがみ中キック、前ジャンプ、パリーを追加することです。しゃがみ中キックは後ろ下がりからしゃがみガード、前ジャンプには対空、パリーには歩き投げで対応しましょう。これはコンボやセットプレイが大体完璧で、より上達したいという人向けになっています。マスターランクでも上位の方向けですので、まずはこれ以外の練習をして、キャラクターの連動を上げることをおすすめします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。